1996年6月、アメリカ・ニューヨークでとある殺人事件の被告人がインタビューに答えました。If you had a chance, and let's say you got God works mysterious ways, you had a chance to talk to Elisa some way, somehow. What would you say to her? I know, because this is my daughter, and I love my daughter, and I'm sorry because I would have spanked her and everything. But Lisa, you know, and God knows, and I know, Mommy, that I didn't murder you, and I gotta pay for murder that I did not even did to you. 女の名はアウィルダ・ロペス。彼女は自身の娘に対する殺人罪に問われていました。娘の虐待に対して謝罪を述べると同時に断じて殺していないと語ったアウィルダ。しかし、たとえ殺人の事実がなかったとしても、彼女の行為は到底謝って済むものではありませんでした。なぜならアウィルダは約1年間娘のトイレを一切禁止し、排泄物を食べさせていたから。約1年トイレを禁止され、排泄物を食べさせられていた少女。なぜ母親は実の娘をそれほど悲惨な虐待にさらしたのか。少女は数々の悲運の末にたどり着いてしまったんです。母親失格の烙印を押されたその女のもとに。おさすけんちゃんです。やみやみこです。ちょっと私、久しぶりにあることをやりに行くんだけど、あること。スキーなんだけど、スキーね。厳密に言うとスノボなんだけどね。スノボね。雪のゲレンデ、最後行ったのいつあるか。なんだろう。50年前ぐらい。生まれて前じゃないそれあんた。ガチで何年ぐらい前？リアルに言うと、前職でみんなで行った時。結構リアルな話や。そうね、なんか行った感じがするわね。ベロベロに酔ってね。思い出した。言えないようなことも起こり。雪に自分の顔を当てて、お面みたいだとか言って、可愛い楽しみ方してたわね、私たち。言えないようなことも起こってましたけど。私の見えないところで何か起きてたってこと？本当にそういうことではないんですけど。白馬に行くから皆さん、白馬のおすすめスポットとかあったら教えてください。今回ご紹介するのはニューヨークで起きた6歳の少女に対する殺人事件について。この少女は母親による1年もの虐待の末亡くなってしまうんですけれども、その1年間は人間としての尊厳が一切なくなってしまうほどひどい状況にあったんです。小さい女の子、1年間もあまりにもひどすぎて、学校とか地域は気がつかなかったのかしら。何もしなかったというよりは、母親が誰にも気づかれないような状況に置いていたんです。少女は1年もの間、誰の目にも届かない部屋の中で苦しみ続けていたんです。閉じ込められた少女。1995年3月、アメリカ・ニューヨーク州マンハッタン。とある家の一室から漏れ聞こえていたのは、悲痛に泣き叫ぶ少女の声。いい、この部屋から絶対に出ちゃダメよ。絶対によ。そう言いつけると大きな音を立てて部屋から出てきたその女はアウィルダ・ロペス。彼女が去った後の薄暗い部屋の中には、まだ幼い少女の泣きわめく声が響いていました。黒髪に褐色の肌をしたその少女の名はエリサ・イスキエルド。離婚した母親のアウィルダは最近エリサの親権を得たばかりなのですが、彼女を引き取って以来殴る蹴るの虐待を繰り返していたんです。さらにエリサは母親の元に来てから学校にも行かせてもらえず、ずっと寝室に閉じ込められている状態。何度出してと懇願してもアウィルダは絶対に扉を開けません。トイレにすら行くことを許されず、糞尿はベッドの上で垂れ流し、お腹が空いたと訴えれば自分の排泄物を食べろと命じられることも。そう、エリサの親権を得たその女は絶対に母親になってはいけない女でした。エリサはこれまでの人生である人物によってこの母親の脅威からずっと守られ続けていたんです。時は遡り、1989年2月11日、エリサはニューヨーク・ブルックリンで母アウィルダ、父グスタボの間に生まれました。父親のグスタボはキューバからの移民でホームレスシェルターの職員。母親のアウィルダはそのホームレスシェルターで暮らしているホームレスでした。アウィルダがホームレスになったのは住んでいたアパートを追い出されてしまったため。彼女は薬物中毒者でろくに仕事もしておらず、家賃が払えなかったんです。そんな自堕落な母アウィルダの娘として生まれたエリサ。アウィルダは妊娠中も薬物を常用していたため、エリサは生まれながらにコカイン中毒の状態でした。こんな母親、育児をする権利すらないわよ。悲惨なことになるのが目に見えてるじゃない。当然そのまま母親に育てさせるっていうのは周りが許さなかったんです。生まれてからしばらくはエリサは幸せな生活を送っていたんです。
薬物中毒のアビルダに子育てなどできるはずもなく、エリサの親権は父親のグスタボが取得。グスタボは毎日シェルターに勤めながら男手一つでエリサを育てることに。なあ、ちょっと育児について教えてほしいことがあるんだ。仕事の合間を縫って同僚に育児の仕方を熱心に聞いて回っていたグスタボ。彼は育児教室にも自ら通い、懸命にエリサを育てました。その甲斐もあって明るく愛嬌たっぷりに育っていったエリサは、父グスタボの職場でも人気者に。娘の服に綺麗にアイロンをかけ、髪を結って幼稚園に送り出すグスタボの姿は、誰もが理想の父親と認めるものでした。男手一つで女の子の髪型のことまでお世話できるってすごくない？愛情の深さが伝わってくるわよね。本当すごいですよね。同僚に習って三つ編みとかお団子とか髪型変えてたみたいなんです。ただこの後エリサの幸せな生活にも陰りが見え始めるんです。エリサが2歳を迎える頃、母親のアビルダは薬物中毒を克服し、また別の男性と結婚。彼女にはエリサ以外にも子供が2人いるのですが、その子供たちの親権を取り戻し、家族で暮らすようになっていました。すっかり更生したアビルダの姿に父親のグスタボも安心し、週末は彼女のアパートに娘のエリサを通わせるように。しかしその判断は間違いだったと言わざるを得ません。エリサ、どうしたんだこのあざは。エリサがアビルダの家に通い始めてからというもの。彼女は体中にあざを作るように。父グスタボは何があったのかエリサを問い詰めますが、彼女は理由を答えようとはしません。そうやって何も語らない日々の中で、エリサの様子はみるみるおかしくなっていくんです。悪夢にうなされ、夜中に叫び声を上げて起き上がることもあれば、急に吐き気を催すことも。さらにエリサはトイレトレーニングはとっくに済んでいたのですが、突然夜尿症になってしまうんです。夜尿症っていうのはおねしょのことでしょ？急におねしょするようになっちゃったってことなの？そうなんです。おねしょもパターンや原因によっては病気と診断されることもあるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、夜尿症について。夜尿症とは5歳以上の子供のおねしょが常習的に続いている状態。具体的には1ヶ月に1回以上のおねしょが3ヶ月以上続いている状態を指します。主な原因は睡眠から覚醒する力が未熟で尿意を覚えても起きられないことと、膀胱の働きが未発達で尿をとどめておけないことにあります。幼い頃からおねしょが続いている場合、一時性夜尿症と呼ばれ、これは成長とともに自然と治っていきます。一方でおねしょをしない期間が6ヶ月以上続いていたにもかかわらず、またおねしょをするようになる二次性夜尿症の場合は要注意。ストレスで交感神経が優位な状態が続くと、膀胱の緊張を緩められず、十分に尿をとどめておけない状態になることがあるんです。一度おねしょを卒業したはずが、突然発症したエリサの夜尿症。その原因が強いストレスであることは明白でした。こうして二次性夜尿症を発症してしまったエリサ。彼女は時として制御不能なほどに排尿や排便をしてしまうことも。そう、エリサの夜尿症の原因は単にストレスではありませんでした。父グスタボが調べると、彼女は陰部に多数の傷を負っていたんです。週末になると母アビルダの自宅へ送り出されていたエリサが負っていたその傷は母親の性的暴行によるものでした。真相を知った父グスタボはすぐに児童福祉局へ連絡。母アビルダに出されていた面会の許可はすぐに取り下げとなるんです。やばすぎ。この母親薬物中毒克服したって言ってたのも怪しくない？父親が本当に気づいてよかった。そうなんですけど、これで一見落着とはいかなかったんです。この後エリサの身に次々と悲運が降りかかるんです。シンデレラ。母アウィルダの家に行かなくなったエリサはまた父親と二人きりの生活に戻りますが、彼女にはまだ試練が待ち受けていました。父グスタボが体調を崩して仕事に行けなくなり、学費の支払いが困難になってしまったんです。本来なら幼稚園を退園してもおかしくないその状況。しかし父親が熱心に子育てをしていたことやエリサがいい子であると知っていた幼稚園側が同情し、後援者を紹介してくれてたんです。紹介されたのはギリシャの古い王族の子孫ミカエル王子。人懐っこい性格のエリサはミカエル王子が面会に訪れるとすぐにその腕の中に飛び込んだといいます。すごく愛嬌があって素敵な子ですね。その日ずっと王子のそばを離れずにいたエリサのことを彼は嬉しそうに見ていました。また王子は一人で娘を育ててきた父グスタボの人柄に深い感銘を受け、こう言ったんです。わかりました。この子の大学進学までの学費は全て私が出しましょう。王子の応援もあり、エリサは5歳の頃名門ブルックリンフレンズスクールに合格。その後も王子とエリサは手紙やプレゼントを送り合い親交を続けました。エリサとね、お父さんの親子愛ってのも素敵なんだけど、何もためらうことなく学費出すよって言ってくれたミカエル王子も素敵な方よね。これならエリサは不幸になりようがなくない？そうとも言えないんです。実は父親の体調が予想以上に良くなかったんで
です。ミカエル王子のおかげで学校にも通えるようになり、安心していた矢先、エリサはまたも悲劇に見舞われます。体調を崩していた父親のグスタボが肺がんだったことが分かり、余命いくばくもないと判明したんです。今俺が死んだらエリサの親権はアウィルダに。診断を聞いて一番にエリサのことが心配になったグスタボはすぐにキューバのいとこに連絡。彼は自分が亡くなる前にエリサをキューバに連れ帰り、母親のアウィルダに渡らないようにと考えたんです。そして1994年5月26日、キューバへ出発する当日に父グスタボは亡くなってしまうんです。こうしてエリサのキューバ行きは振り出しに戻り、父グスタボのいとこと母親アウィルダの間で親権争いが勃発。虐待するような母親にエリサを渡すわけにはいかないわ。グスタボのいとこは必死にそう訴えるのですが、彼女には弁護士費用を払う余裕がなく、親権を母親のアウィルダに取られてしまうんです。瞬く間に幸せな日々を失ってしまったエリサの運命は、まるで魔法が解けてしまったシンデレラのようでした。まさか、キューバに引っ越す当日に亡くなっちゃうなんて運命のいたずらじゃないのよ。しかも、母親に引き取られちゃったらめちゃくちゃやばいことになっちゃうんじゃないの？本当におっしゃる通りで、ここから母親と過ごした1年間は毎日が地獄の日々だったんです。悪魔の呪い。再びエリサと暮らし始めた母アウィルダは、彼女が通っていたブルックリンフレンズスクールを辞めさせ、別の公立学校へ転校させます。そんな公立学校でのエリサの様子は、これまでの彼女とは別人のようでした。以前の学校では明るく活発で友人も多かったエリサ。それが転校して以来無口になり、誰ともコミュニケーションを取らなくなってしまったんです。さらに、エリサ大丈夫？怪我してるんじゃないの？足を引きずって廊下を歩いていたエリサに心配そうに声をかけた教師。彼女の腕や足にはあざがあり、髪の毛も部分的に抜けているように思えました。学校側は虐待を疑い、すぐに児童福祉局へ報告。しかし児童福祉局が調査すると、なんと虐待の直接的な証拠はないという結果に。経緯は定かではありませんが、エリサは裁判所命令のケースワーカーの監督下にあったため、児童福祉局もそこまでの調査は必要ないと考えていた可能性があるんです。そして学校が通報してきたことをきっかけに、母アウィルダはエリサを退学させてしまいます。ここからエリサは1年近く寝室に閉じ込められ、トイレにも行かせてもらえない生活を強いられるんです。虐待があったかどうかを調べる機会は十分にあったんじゃないのよ。こんなボロボロな状態になっちゃうまで見過ごされちゃってるわけよ。一件一件ちゃんと調べるっていうのは大変なのはわかるんですけど、こんなことが起きてると公的機関っていうのを信用できなくなっちゃいますよね。そして母親との生活が1年続いた後、ついにその時が訪れてしまうんです。1995年11月22日、母アウィルダは妹に次のような電話をかけました。エリサが動こうとしないの。何も食べようともしないし、何かおかしいわ。話を聞いた妹は、とりあえず病院へ行くようにと促しますが、アウィルダは何でもないことかのようにこう返します。今、皿洗いをしなきゃいけないの。また終わったら病院に連れて行くか考えるわ。そしてエリサの様子がおかしくなった翌朝、母アウィルダはアパートの隣人宅を訪ねた。アウィルダは玄関先で怪げそうに首をかしげながらこう言う。娘の様子がおかしいんです。ちょっと見に来てくれませんか？何？この人、自分の娘のことでしょ？隣人は思わず眉を潜めるが、ひとまず母アウィルダに従うことに。そしてそれは隣人がアウィルダに連れられ、エリサの寝室へ足を踏み入れた時、その場に広がっていたあまりの光景に思わず腰を抜かしてしまった隣人。ベッドの上の少女エリサは目を見開いたまま力なく横たわっていた。そして彼女の口と鼻からは脳から染み出した液体が流れていた。嘘でしょ。母親はこの状態を見ても亡くなってることに気づかないなんてあり得る？しかも脳の液が出てるってどれだけひどいことしたらそんなことなんのよ。1年部屋に閉じ込めてたこと自体も異常なんですけれども、暴行の内容とかを知っていくと狂気の沙汰としか言いようがないんですよこれ。母アウィルダは薬物中毒から更生したとされていましたが、その様子からわかるようにエリサを引き取った頃にはまた薬物を常用していました。そして繰り返される虐待も以前の比ではないほど凄惨なものに。おいモンゴロイド、お前は父親に悪魔の呪いをかけられた薄汚い売春婦だ。キューバ移民の父グスタボの血を引いていることを侮辱するかのように先住民を意味する差別用語を浴びせかけ、エリサに手を挙げる母アウィルダ。エリサの顔で床にモップがけをしたり、ヘアブラシで性的暴行に及んだり、暴行
行の内容もみるみるエスカレート。そして迎えた11月22日、母アビルダはエリサの頭をつかみコンクリートの壁に2度打ちつけました。するとエリサは動かなくなってしまったため、妹に電話で様子がおかしいと連絡したんです。翌日、隣人が目撃したベッドの上の遺体は至る所にあざややけど、切り傷があり、指からは骨が突き出たとても直視できないような状態。その後、隣人の通報によって救急隊が駆けつけ、エリサの死亡が確認されたんです。1996年6月、アビルダは裁判も終盤に差し掛かったタイミングでテレビのインタビューを受けました。If your child was abused in your care, are you not partly responsible for that? I'm responsible for hitting her, but not for those bruises and like they said, that burns that she had. Because I never would have burned all of my Well, kids. then who did it? You were the only one That's there. what I want to know, who did it. Like I'm telling you, nobody believe me. People probably think I'm lying. But I know somebody went to my apartment and did that to my daughter. 判決を目前にしてアビルダはエリサを殺害した第三者の存在に言及。自身の罪を一切認めようとはしませんでした。しかしその支離滅裂な言い分が通るはずもなく、翌月第2級殺人で有罪となったアビルダに下された判決は最低15年仮釈放なしの終身刑。その後2022年1月に仮釈放審問が行われていますが、現状仮釈放は却下されています。エリサの葬儀には300人以上が参列し、その中にはニューヨーク市長ルドルフ・ジュリアーニの姿も。事件を重く受け止めた彼は1996年社会福祉部門の下部組織だった児童福祉局を独立した組織に改編。虐待が認知された際、市長に直接報告が上がるように義務付けました。同時に児童福祉調査に関する守秘義務を緩和し、非虐待児童のいち早い保護を目指すエリサ法を施行。事件を悲劇で終わらせず教訓にしていく姿勢を強く示したんです。今回の事件のように児童虐待は外から閉ざされた環境で行われるからこそ深刻化してしまう側面があるんです。人知れず苦しむ子供たちを救うため、あなたはどのような仕組み作りが必要だと思いますか？1984年3月16日、アメリカ・ルイジアナ州のバトンルージュメトロポリタン空港で衝撃的な事件が発生しました。夜9時半、空港のロビーに突如響いた銃声。至近距離から発砲され、その場に倒れ込んだ男はジェフリー・ドゥーセット。児童誘拐の罪で逮捕され、裁判のために護送されてきた男でした。空港にはジェフリーの姿を捉えようと報道陣が詰めかけており、彼はカメラに捉えられるその中で射殺されてしまったんです。ジェフリーを撃った帽子にサングラスの男の正体はレオン・ゲイリー・プラウシュ。11歳の息子を誘拐された上、性的暴行を加えられた彼は復讐のため空港で待ち伏せをしていたんです。ゲイリーはその場で取り押さえられますが、その最中にも警察に向かってこう叫び続けていました。自分の子供が同じことをされたら誰だって俺と同じことをするだろう。彼は殺人罪に問われますが、その行為に一切の後悔はなかったんです。一方でこの事件を知った11歳の息子は犯人の死を悲しみ、父を強く恨みました。11歳の少年をもてあそび、その父親に射殺された男。父親を復讐に駆り立てたその卑劣な犯行の全貌とは。一方で男に誘拐されたその少年は自分が犯罪被害者だと気づいていなかったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。